はい、皆様こんにちは。法華経の話第83回です。今回は普賢菩薩漢仏本第28についてお話をいたします。とうとう28、28章目まで来ました。歌談を見ていただきます。歌談ですね。この妙法蓮華経の後半本門、妙法蓮華経の後半14本、本門ですね。本門から流通文、流通文に来て、流通文から付属流通、さらに付属流通から事業流通となりまして、ここです。普賢菩薩漢仏本第28ということになります。ちなみに、この法華経の話、このシリーズは、今回は最終回ではございません。まだ仏説漢普賢菩薩行法経、法華経の結経ですね、結びのお経になるんですが、この仏説漢普賢菩薩行法経がありますので、まだこの法華経の話のシリーズはもう少し続きます。さて、この普賢菩薩ですが、文殊師利菩薩と対になるとても有名な菩薩様ですね。文殊師利菩薩はこの法華経の説法の中でも何度も出てまいりました。三人よれば文殊の知恵と言ったりしますが、文殊師利菩薩は知恵正の徳を象徴する菩薩様であります。獅子に乗っている姿で描かれたりもします。一方で普賢菩薩は6つの牙を持った白い象に乗った姿で描かれることがあって、理、情、行の徳を司る菩薩様とされます。この普賢菩薩が法華経の行者を守護することを表明し、法華経を広めることを進めるのが、この普賢菩薩漢仏本の内容でございます。ちなみに、先ほど述べました仏説漢普賢菩薩行法経、この普賢菩薩漢仏本の後に来る仏説漢普賢菩薩行法経ですね。これ通称普賢経とも言ったりするんですが、こちらはこの最後の章普賢菩薩漢仏本を引き継ぐ形で内容が展開されていきます。では普賢菩薩漢仏本の内容に入っていきます。まず冒頭は普賢菩薩が東方の世界より多くの偉大な菩薩たちと共に釈尊のもとにやってきます。そして普賢菩薩は釈尊に次のように申し上げるんですね。釈尊よ、私は東方の世界より遠くこのシャバ世界へとやってきました。釈尊が法華経を説かれるということを聞いて、ぜひ法華経の説法を聴聞したいと思い、皆と一緒にやってきたのです。どうかお願いします。如来が入滅した後にも、釈尊が入滅した後にも、どのようにすれば、この法華経の功徳を得ることができるでしょうか。どうぞお示しください。こう普賢菩薩は釈尊に申し上げるんですね。でこれに対し、釈尊は普賢菩薩に次のようにお答えになられます。もし、善男子善女人が司法を成就せば、如来の滅後において、まさにこの法華経をうべし。もしも主上が次のような4つの法を身に備えることができれば、如来が入滅した後に、この法華経を得ることができるであろうと、こう仰せになられるんですね。そしてその司法4つの方法というのが次のようなものになります。1には諸仏に5年せられ、2には諸々の特本を植え、3には正成就に入り、4には一切衆生を救う心を起こせるなり。1には多くの仏に守り念ぜられることを得ること。2には多くの功徳をもたらす善根を植えること。3には下脱を得る位に入ること。4にはすべての衆生を救う心を起こすことであると。こう司法を示されるんですね。まず第一に諸仏の守護を得ることとあります。仏様は信心あるものを守護してくれるので、なぜここでわざわざ諸仏の守護を得ることとあるのかというと、これは諸仏の守護を得られるようにしなさいということだと思います。せっかく仏様が守ってくれると言ってくださっているのに、こちら側が守ってくれないような心持ちや行動をしていたら、それはいけないと
いうことですね。ですから、諸仏に守護してもらえるようにしていなさい。人としてのあり方というものに気をつけなさいということだろうと思います。第2に、善根を植えなさいということですね。良い行いをしなさいということになります。第一の項目にも連なることですし、これも法華経を通して言われてきたことでもあります。ただ、私たちの生きている社会は複雑ですし、人間自身も大変複雑です。ですから、自分が良いと思ったことが他人にとっても良いとは限らないんですね。これはとても悩ましいことだと思います。こういう時は少し謙虚になることも必要だと思います。あくまで自分が良いと思ったことであって、それは時に独りよがりになりかねないということを意識しておくということでしょうか。障害のある方がいきなり手を差し伸べるのではなくて、何か困ったことはありませんかと聞いてほしいと言われていた、そういったことを思い出します。社会の中で行う良い行動というのは、押し付けにならないことも大事だと思うんですね。また、ここで仏様が示してくださっているような善根を植えなさいということは、これはあくまで法華経の説く善行のことを言っておりまして、ここでは法華経を信守することを指しているんですね。先ほども述べたように、私たちが考える善根というのは、時に行き違いを生むものですから、仏様が示してくれる善行を中心に考えなさいということが必要であろうと思います。続いて第3は、下脱を得るくらいに入ることとあります。これはそうそうできることではありません。下脱というのは一つの悟りですので、簡単にできることではないですね。しかし、少しでもそこに至ろうという気持ちを持つことも大切であろうと思います。そして第4は、すべての衆生を救うという、法華経が全体を通して私たちに教えてくれている平等というものを心に留めておきなさいということになります。さすがに法華経の最終章ですので、今まで示されてきた教えが散りばめられているようですね。さて、4つのことに気をつければ法華経を得ることができると釈尊は示してくれました。これに対して普賢菩薩は次のように釈尊に申し上げます。世尊、後の500歳の俗悪の世の中において、それこの経典を授受することあらん者は、我はまさに守護してその水源を除き、安穏なることを得しめ、伺い求むるにその頼りを得る者をなからしむべしと。世尊よ、仏様ですね。仏様が入滅された後の500年の俗悪な乱れた世の中において、この経典を授受する人がいれば、私が必ずその人を守護して、その衰えや憂いを取り除き、安穏を与えて、たとえ何者かが付け入ろうとして伺うようなことがあっても、決してその隙を与えないようにします。法華経を行ずる人を普賢菩薩は守護してくれるとこのように誓ってくれるんですね。ここまでも様々な菩薩や諸天前人が守護を誓ってくれていますが、法華経を行じていれば、たとえ一人寂しく思うようなことがあっても、何も心配はいらないんだなぁと思います。たくさんの菩薩や諸天前人が見守ってくれていますからね。さらに普賢菩薩は言うんです。たとえ魔や夜叉など多くの人を悩ます者どもがいても付け入る隙を与えないと。法華経の行者が歩くときには、私は六下の白象、六つの牙を持った白い象に乗って現れ、供養し守護します。行者が座って経に思いを巡らすときも、白い象に乗って現れ、もしその人が経文を忘れるようなときには、私が必ず教えて経文に精通するようにさせますと。このように普賢菩薩は行者の守護を誓ってくれるんですね。経文を忘れるときにちゃんとそばに来て思い出させてくれるとあるわけです。私は経文をすぐ忘れるし、なかなか思い出せませんから、まだまだ法華経の真珠が足らないんだなということで反省をしております。で、さらに普賢菩薩の守護の誓いは続くんですね。この法華経を主従せんと欲せば、三七日の中において、まさに一心に精進すべしと。もしも仏が入滅された後の500年の俗悪な世の中において、この法華経を修学したいと願うならば、
まずは21日間、三七日ですね。21日間、まさに心を一つに集中して精進する必要がありますと。で、この21日間、真摯に修行すれば、私は白い像に乗って現れ、その人にダラニを与えるでしょうと。普賢菩薩は釈尊に申し上げるんですね。そして実際にここで普賢菩薩はダラニを示してくれます。これも全部説明すると長くなるので、ここでは割愛をしますが、アダンタイ、タンダハダイ、タンダハテ、タンダクシャレ、タンダシュダレというような感じでたくさんのダラニを示してくれます。そして、もしこの法華経を呪持、読受、下説、書写する人は、普賢菩薩の修行を行じているのと同じであり、諸仏がその人の頭を撫でてくれるでしょうと。この法華経を書写するだけでも、通り天に生ずることができると。ましてや、書写するだけではなく、この法華経を授持し、読受し、正しく記憶して忘れず、その意味や内容をよく理解し、教えのままに修行する者においては言うまでもないんだと。この法華経を授持等の修行をする人は、兜率天の弥勒菩薩のもとに生まれることができるのですと。これほどの功徳や利益があるのだから、皆よ一心に法華経を行じなさいと、このように普賢菩薩は私たちのことを励ましてくれます。そして普賢菩薩は次のように釈尊に申し上げて、自らの誓いを締めくくるんですね。世尊、我は今、神通力をもってのゆえにこの経を守護して、如来の滅後において、演武台のうちに広くる伏せしめて、断絶せざらしめん。世尊よ、仏様よ、私は今神通力を用いて、この経を守護し、如来が入滅された後、世界に流布させて、決して断絶することがないようにしますと。このように自らの誓いを釈尊に申し上げるわけです。ここまでの普賢菩薩の誓いを聞いた釈尊は次のように答えていかれます。素晴らしい普賢菩薩よ、あなたはよく法華経を守り、生きる者たちに安楽をもたらし、利益を与えるであろうと。普賢菩薩よ、もしこの経を授持する者は、この人はすなわち釈迦牟尼仏を見るなり、仏の口よりこの経典を聞くがごとし、まさに知るべしこの人は釈迦牟尼仏を供養するなりと。この人はすでに私を見、私の口から直接この経を聞いているかのごとくであると。まさにこの人は私、釈尊を供養しているかのごとくなんだと。そして釈尊の手で頭を撫でてもらえるであろう。釈尊の衣に覆われるであろうと。この人たちは五欲を離れ、頓人地の三毒に悩まされることもなくなるであろう。もしも如来が入滅した後、後の500年にある人が法華経を授受し読受するのを見たならば、必ず次のように思いなさい。この人は最高の悟りを得て、多くの悪事を打ち破り、法の獅子座につくであろうと。そしてもし法華経を誹謗する者がいれば、その者は多くの罪を背負うであろうというんですね。釈尊は言うわけです。釈尊が入滅した後に、ある人が法華経を授受し読受するのを見たならば、必ず次のように思いなさいと。この人は最高の悟りを得て、多くの悪事を打ち破り、法の獅子座につくであろう。そしてもし法華経を誹謗するような者がいれば、その者は多くの罪を背負うことになるんだと。それゆえに普賢菩薩よ、もしこの経典を授受せん者を見ては、まさに立って遠く向かうべきこと、まさに仏を敬うがごとくすべしと。もしもこの経典を授受する者を見たならば、必ず立ち上がって遠くまで出迎え、まさに仏を敬うようにすべきであると。釈尊は普賢菩薩に告げるんですね。ここでも法華経の行者、法華経を行ずる人は仏様と同等に扱わなければならないということが示されます。そしてこの法華経の説法も終わります。説法の絵座にいた普賢菩薩や諸々の菩薩、舍利発などの二乗たち、諸天前人、人々、あらゆる生き物は、海大寛義十事仏語さらにこうと、皆大いに歓喜し、仏語を授受して、礼をなして去りにき。皆大いに歓喜し、仏様の言葉を授受して、
礼拝し去っていきました。これが法華経の最後のお経文になります。で、ここに礼をなしてとあります。釈尊の説法に感謝して礼拝をし去っていったということでございます。当たり前のようですが、ここに礼をなしてとあるのはとても重要なことだと思っています。仏様が悟ったことを知るには、私たちは仏様の説法に巡り合わなければならないわけですね。巡り会えたことに感謝するということがないと、教えの大事さも見失ってしまうのではないかなと思います。ああ、良いこと聞いたな、勉強になったな、ではいけないのであって、分かった、分からないにかかわらず、こうやって巡り会えたことに感謝する。そういったことを忘れてはいけないのだろうと思っています。こうやって説法の枝にいた人たちが皆大いに喜んで、そして感謝をして去っていったと。なんだか目をつぶりますと、そういった光景が目に浮かぶようでもございます。ここまでの法華経は大変にいろんなことが展開された説法でございましたから、最後が少し寂しいような気もいたしますが、しかしこうやってみんなが喜んで去っていった。そしてここに授事とありますように、みんなが法華経を授事し、そして少しでも広めていこうという、そういった誓いのある姿、そういったものがなんだか想像できるようで嬉しいな、ありがたいなという気持ちになります。さて、これで本章も終わりまして、無論法華経の説法も終わります。冒頭にも述べましたように、この後法華経の結教、結びのお経にあたる仏説観普賢菩薩行法経が説かれます。全体のまとめというか感想などは普賢経が終わってから述べたいと思っています。この普賢経、少し長いお経になりますので、2回くらいに分けてお話をできればと思っています。いずれにしましても、妙法蓮華経28本、私の拙いお話にお付き合いをいただきまして、誠にありがとうございました。もう少し続きますので、よろしくお願いします。では本日はこれまでです。ご清聴いただき誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。